大谷君、ごめんなさい。7勝目。今日も出血の中、気迫の投球を見せた大谷翔平。この直近の活躍を見て、再び彼が衝撃のコメントを残しました。3度の三冠王。監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏です。彼は、投手王やの今後について、あるまさかの言葉と衝撃の予言を2025年シーズン終了時点から、落合さんが投手大谷の下準備はできたと語っていた通り、調子の波はある中で、防御率1点台をキープしている大谷翔平。このパフォーマンスに対し、BS サンデーモーニングに出演した落合氏は高評価。ピッチャーとしては、非常にいい立ち上がりをしている。そして、落合さんは、投手大谷についてとんでもない評価を話しています。以前、ある番組で、もし、ご自身が現役の打者として投手大谷と対戦するなら何を意識しますかという質問が投げかけられました。誰もが配球を読んで変化球を狙う高めの球を避けて逆方向へ打つといった高度な技術論が返ってくるものと期待していました。しかし、落合氏の口から出たのは耳を疑うような回答でした。まっすぐ1本しか待ちません。4打席でまっすぐが1本も来なければ、はい、ごめんなさいと帰ってくる。これにはスタジオも騒然としました。落合博満が、変化球攻めをされたら手も足も出ずに三振してベンチへ帰ることを辞さないと言い切ったのです。大打者らしからぬ、あまりにも潔い白旗宣言。しかし、これこそが大谷投手の能力を極限まで高く評価している何よりの証拠でした。落合氏は、その理由をこう解説しています。大谷は、あれもこれもと手を広げて、簡単に打てるような投手じゃない。つまり、100マイル約160キロを優に超える剛速球と大きく鋭く曲がるスイーパーやスプリット、そして絶望的に落ちるスプリット、これらをすべてカバーしようと打席の中で頭を巡らせれば、結果的にどの球にも対応できず、完全に手玉に取られてしまう。だからこそ、ストレート一本に山を張り、それ以外の球が来たら諦めるしかない。そうしなければ太刀打ちできないほど、大谷の球の質は圧倒的だというのです。さらに、自身が現役だったら対戦したいと思うかという問いに対し、落合氏は1秒の迷いもなく即答しました。思わない。打てる気しないもん。これ以上の賛辞があるでしょうか。そして大谷選手について、今シーズン落合氏が頻繁に口にする言葉があります。それこそがサイ・ヤング賞です。大谷選手といえば、これまでに MVP を複数回獲得し、本塁打王、シルバースラッガー賞、ハンク・アーロン賞など、打者として手に入れられる主要なタイトルのほぼ全てを手中に収めてきました。世間の関心は、今年はホームランを何本打つのか三冠王は取れるのかという打撃の記録に集中しがちです。しかし、三冠王を3度獲得した打撃の天才落合博満の視点は、全く別の高みにありました。シーズン前、落合氏は自身の YouTube チャンネル落合博満のレビューチャンネルで、大谷選手に対してこんな強烈なメッセージを送っています。それよりさ、サイ・ヤング賞を取ってほしい。5年連続50本塁打とかよりさ、サイ・ヤング賞を取れば、とてつもない選手になる。二刀流に挑む選手がこれからどれだけ出てくるかわからないけど、大谷の数字を残す選手は二度と出てこないと思う。それよりという言葉に、落合氏の思いのすべてが凝縮されています。どれだけ打者として偉大な記録を打ち立てようとも、それ以上に投手大谷翔平がサイ・ヤング賞を獲得することに、最大の価値と意味を見出しているのです。なぜなら、サイ・ヤング賞は、これまでどれほど偉大な日本人投手がメジャーの舞台に立とうとも、誰一人として到達できなかった絶対的な壁だからです。野茂英雄氏、松坂大輔氏、黒田博樹氏、そしてダルビッシュ有投手、数々の名投手が圧倒的な成績を残し、サイ・ヤング賞の投票で上位に入りながらも、最後の一歩で涙を飲んできました。日本人にとって、最も高く、最も遠いタイトル、それがサイ・ヤング賞なのです。落合氏は、この厚い壁についてこう断言しました。狙えると思いますよ。35歳までには取れるんじゃないのかな。一切の迷いがない。断言です。現在、大谷選手は30代前半、落合氏が35歳までにはという具体的な期限を示したこの言葉は、単なるファン目線の曖昧な期待ではありません。大谷のボールの質、投球術、そして精神力を見れば、年齢的なピークを迎える数年以内に必ず頂点に立つという、卓越した技術論に基づいた確かな予言なのです。そして6月7日、大谷選手が6勝目を挙げた直後のサンデーモーニングの放送、当然、
スタジオの話題は大谷選手のサイ・ヤング賞の可能性へと移っていきました。落合氏は淡々と語ります。当然、話題になってくるのは、サイ・ヤング賞ということになるんだろうと思います。ここで、共演していた元 DNA 監督の中畑清氏が、身を乗り出して尋ねました。サイ・ヤング賞の鍵になるのは、何ですか？これに対し、落合氏は一言、即答します。防御率。勝利数や奪三振数も重要ですが、最も投手の絶対的な支配力を示すのはいかに点を取られないかという防御率です。投球イニングを超えての防御率がトップだったら、サイ・ヤング賞になり得る可能性は非常に高いと思う。現在の数字を維持、あるいは1点台前半でフィニッシュできれば、文句なしの筆頭候補になるという見立てです。ここで、中畑氏が日本の野球ファンが最も気になっているもう一つの質問をぶつけました。ドジャースのチームメイトである、山本由伸と争うような形は出てくる。日本プロ野球で投手4冠を達成し、ドジャースでもエース級の活躍を見せている山本由伸投手。当然、彼もサイ・ヤング賞の有力候補の一人です。日本人同士のハイレベルなタイトル争いが見られるのではないか。しかし、落合氏の口から出たのは、あまりにも率直で、ある意味で残酷な比較でした。点数。どっちが取られるかって言えば由伸の方が取られると思う。中畑氏は思わず絶句し、大谷で決まりみたいな言い方だねとツッコミを入れました。日本最高の投手である山本由伸と比較しても、大谷翔平のピッチングの方が点を取られる隙がない。落合氏の目には、それほどまでに両者の間に明確な差が見えているのです。山本投手のコントロールや変化球の精度は世界トップクラスですが、大谷投手が持つ100マイルの剛速球と異次元のスプリットという、絶対的な暴力の前では、被打率や防御率の面で大谷に軍配が上がるというプロの分析でしょう。中畑氏のツッコミに対し、落合氏はふっと表情を緩め、本音を漏らしました。俺は、取ってほしいと思ってる。普段は感情を交えずに冷徹な分析を貫く落合氏が、はっきりと取ってほしいと願う。その言葉の裏には、大谷翔平という不正室の天才に対する野球人としての深い愛情とリスペクトが隠されていました。山本由伸をしのぐ圧倒的なポテンシャルを持ち、落合氏も防御率トップなら可能性は高いと太鼓判を押す投手大谷翔平。しかし、サイ・ヤング賞への道は決して平坦なものではありません。落合氏も、大谷選手が抱える唯一にして最大の懸念材料を冷静に見抜いていました。一番引っかかるのは、イニング数ですよね。規定投球イニングに達するか、達しないか、故障明けの年なんでね。その辺が一番懸念材料といえば懸念材料になるんだろうと思います。そう。規定投球回162イニングのクリアです。メジャーリーグにおけるサイ・ヤング賞の選考において、投球イニング数は極めて重要視されます。どれだけ防御率が低くても、イニング数が少なければ、シーズンの長丁場を通してチームに貢献したとは評価されにくく、票が集まらない傾向にあります。大谷選手は右肘の大手術からの復帰を果たし、2026年はフル稼働しています。しかし、ドジャースの首脳陣は彼の将来と体を守るため、決して無理はさせません。登板間隔を空け、球数制限を設けながら慎重に起用しています。先日のダイヤモンドバックス戦でも、中指からの出血があったとはいえ、6回でスパッと降板させました。この徹底された管理こそが大谷選手の体を守っているのですが、同時にイニング数を稼ぐという点においては大きな足かせにもなります。故障明けの年だからこそ、無理はできない。でも、サイ・ヤング賞を得るためにはイニングが必要になる。この強烈なジレンマをどう乗り越えるのか、大谷選手が今後、どれだけ効率よくアウトを積み重ね、少ない球数で長いイニングを投げられるか、打たせて取るピッチングを交えながら、いかにイニングイーターとしての役割を果たせるかが、サイ・ヤング賞獲得への最大の鍵となるのです。俺が現役なら、変化球を捨ててストレートだけを待つ。来なかったらごめんなさいで帰ってくる。5年連続50本塁打よりも、サイ・ヤング賞を取ってほしい。山本由伸よりも、大谷の方が点を取られない。落合氏にここまで言わせる大谷選手の存在は、もはや野球というスポーツの枠を超えた神話になろうとしています。規定投球回という高い壁、そして過酷な二刀流の疲労、乗り越えるべき試練は山積みですが、彼なら必ずやってくれると、私たちは信じて疑いません。皆さんは、今シーズンの大谷選手についてどう感じていますか？また彼はサイ・ヤングを獲得すると思いますか？ぜひ、皆さんの率直な思いや、大谷選手への熱いエールをコメント欄に書き込んでください。すべてのコメントを読ませていただきます。それでは、
歴史の目撃者として、大谷翔平の伝説を最後まで見届けましょう。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。